皆さんこんにちは、キスケです。本日はガチで勝てるパーティー5選ということでやっていこうかなと思います。ちょうど 2,3 週間前ぐらいにはなると思うんですけど、パーティーランキングみたいな形で、ティアリストを作らせてもらったんですけど、さらに狭めて、前回はね、14種類ぐらい紹介したんですよ。それを5種類にギュッと縮めて、ほんまに勝てるパーティーをちょっとご紹介していこうかなと思います。入れ替え候補もね、しっかりと、紹介していくので、良ければ最後までお付き合い願えたらなと思います。それでは早速、1つ目のパーティーから見ていきましょう。はい。こちら、劇場版パーティーになります。ウルトラゴジータ、悟空ベジータ、復活ご飯、ゴジータブルー、覚醒ブロリー、ゴクアという形になってます。で、入れ替え候補は、結構悩ましいんですけど、もう黄色を捨てて、全開アビリティ枠を入れていく。例えば、こういう形でも問題なく戦えるのかなとは思うんですが、あとは5点とかね。5点とかだと、しっかりと孫一族として、悟空ベジータにも、Z アビリティが乗ると。で、ウルトラゴジータをリーダー枠にしてるんで、ウルトラゴジータにもしっかり Z アビリティが乗っていくということで、結構強いパーティーだと思います。で、プラス、悟空でしっかりと体力上げを積んでるので、しっかり防御もできると。で、復活キャラの、復活ご飯を採用して、相手のライジングラッシュを受けたりとか、ライジングラッシュの発動を遅らしたりとか、遅延行為ができるんで、今の環境ではガチで勝てるパーティー、劇場版パーティーになってるんじゃないかなと思います。例えば相手のパーティーが紫染めであったりとか、青紫染め、そういうパーティーに当たれば、こっちも青紫、上3つですね。この3体で戦って受けキャラとして復活ご飯もしっかりと使っていく。で、相手のパーティーがしっかり3色いて、どのキャラクターに対しても対応できるようなキャラクターがいるのであれば、ゴジータブルーとかを出して、特殊カバチェン無効を発動させてガンガン火力を稼いでいくっていう使い方も、悪くないのかなって、思います。やっぱり今の環境要になるキャラクターっていうのがウルトラゴジータと悟空ベジータなんですよね。今の環境を勝とうと思えば。なので、ウルトラゴジータと、悟空ベジータを2体同時に採用できるこのパーティーっていうのは相当強い部類に入ると思います。ということで、まず1つ目が劇場版パーティーでした。お次はこちら。未来パーティーになります。リーダー枠ホープソード、赤腕ご飯、ザマスブラック、カマロゼ、全開覚醒ザマス、体力上げのマイという形になってます。リーダー枠に関しては正直どれでもいいんじゃないかなって個人的には思ってて、全員よう似た感じなんですよね。ただしっかりと未来を上げてくれるんで、特に気にしなくてもいいのかなっていう、自分が一番よく使うキャラクターをリーダー枠に置いておけば、特に問題ないのかなって思います。例えばホープソードだと、最後ら辺ですね、未来かつベジータ一族、これ乗るのがホープソードしかいないと。で、例えばこれ、未来かつ根血サイヤ人、これはリーダー枠にしなくてもホープソードにしっかり乗ってくれると。で、ザマスブラックに関しては、未来かつ強大な敵ですね。だから、カマロゼにも自分自身にもしっかり乗ってくれるということで、自分が一番使うキャラクターをリーダー枠に置いておけば特に問題ないと思います。で、おすすめは上3体から選んでいくっていう感じかな。で、今の環境ね、この未来パーティーは結構単色染め、紫染めとか、そういったパーティーにわりかし勝ちやすいと思います。理由がやっぱり黄色と緑、この2体を選出することが、青紫染めであっても紫染めであっても結構メタになってくれるんで、ここを安定して出してプラス、ホープソードと赤腕ご飯の踏ん張りがあると。だから受けキャラとしての性能も非常に高い2人なんで、結構ね、未来パーティー
強いと思います。結構じゃないな、ガチで強いパーティーだと思います。で、入れ替え候補になるんですけど、カモロゼ採用してる理由が、そのミラーマッチ、未来パーティー VS 未来パーティーになった時に、やっぱり踏ん張り向こうのキャラクターがいると結構安心感あるんですよね。だからカモロゼを採用してるんですけど、例えば合体ザマスを抜いて、そやな、未来。はい。合体ザマス、カモロゼに全開アビリティに乗せなくてもいいよっていう人は、半身崩壊ザマスで全色揃えてあげたりとか。でもね、今の環境、半身崩壊ザマス、火力はしっかり取ってくれるんですけど、やっぱり耐久面がね、ウルゴジの必殺圧一発で落ちちゃうレベルなんですよ。その辺がちょっときついなとは思うんですが、採用したい人は採用全然ありなんじゃないかなって思います。あとは、せやな、こいつの全開アビリティってブルーかつ今月やったっけ？ブルーかつ未来。青トランクス採用してホープソードトランクスに全開アビリティを乗っけてあげるっていう使い方も、問題ないんじゃないかなって個人的には思いますね。ただ、合体ザマスを採用してる理由は、全然紫2枚出しでも戦っていけるっていう形ではあるんですよ。だから合体ザマスを採用してるだけで、特に問題なければ、こういう形でいいんじゃないかなとは思います。はい。ということで、2つ目のパーティーは未来パーティーでした。お次のパーティーはこちら。紫染めパーティーになります。言わずもがなっていう感じでしょうね。はい。全開覚醒のスーパーベジット、悟空ベジータ、ベジータブルー、で、全開アビリティ枠の悟空3と、スカウターベジータ、で、体力上げのタオパイパイということで、これはもう、誰もが知ってて誰もが恨んでいるパーティーだとは思うんですけど、悟空ベジータの登場によって黄色を殴れるんですよね。なので黄色と対面したとしても悟空ベジータが溶かしてくれるんで、オール紫が成立して全開アビリティのノリも良くてガチガチやし効果力やしすごく強い、パーティーになってます。で、入れ替え候補なんですけど、個人的におすすめなのが、ベジータブルーを抜いて、今だと防寒着ベジータを採用するとか。理由が、2つほど、3つぐらいあって、とにかく硬いんですよね。シンプルに。全開アビリティも乗ってるし、こいつ自身が防御タイプなんで、とにかく硬いと。で、プラス、メインアビリティでドラゴンボールを好きな時に、2個奪って2個増やせるっていう、マックス。そういう能力も非常に強力だと。だから先にライジングラッシュを打ちやすいっていう点では、結構優秀ですよね。で、何より最後、PVP でもらえる経験値がプラス 30% されると。だから、せっかく買ってもなんかね、上位勢とかだと、7ポイントとかさ、9ポイントとかになるやん。ただ、このプラス 30% が乗ってれば、10とか11とか、2桁ぐらいにはなってくれるということで、PVP で買ってポイントを盛りたいっていう人には防寒着悟空は非常に、おすすめだと思います。で、ベジータブルーを採用してる時点で体力上げはいらないんだよっていう人は合体ザマスをタイパイパイと入れ替えて全開アビリティを4つ乗る状態にしてあげる。これも非常に優秀だと思います。ベジットに関しては全開アビリティこいつ確かパープルかつ髪の毛ですよね。パープルかつ髪の毛。なのでベジットには乗らへんねんけど、ベジットはリーダー枠で Z アビリティもしっかりもらえてるし、他の悟空ベジータとベジータブルーに全開アビリティを乗っけてあげた方がいいんじゃないかって思う人は全然こういう形でも大丈夫だと思います。だから選択肢は結構狭いかな。紫染めに関しては非常に狭いと思います。体力上げてより安定感を求める紫染め、それか防寒着悟空を採用してポイントをもらった時のアドを稼いでいくか、でもしくはもう俺は防御なんかいらないんだと攻めるんだっていう人は全開アビリティを4つのける状態の紫染めが結構今の環境では優秀なんじゃないかなって思います。ただこういう形が多分おそらく一番スタンダードな形にはなってるんじゃないかなと思うんでね、ガチで勝ちたい人は紫染め結構おすすめになっております。それではお次のパーティーはこちら。
青紫染めパーティーになります。これも皆さん今の環境 PVP 回ってれば嫌というほど目に飛び込んでくるんじゃないですか。とにかく、火力の高いパーティーになってますね。で、紫染めと何が違うんだっていう話になるんやけど、やっぱり2色あるっていう点ですよね。これがね、非常に安定する。プラス弱点でもあるっていう感じかな。例えば、紫染めだと、とりあえず、黄色と緑採用しとくか、みたいな、形にはなると思うんやけど、青色が入ることによって、緑で殴られる範囲が非常に広まるんですよね。やっぱウルゴジ出したいし、バーダック経由でウルゴジ使いたいなっていう人もいるでしょうし。で、黄色に関しては、青でも、極ベジでも殴っていけるんで、チェンジアビリティ溜まってないタイミングとかだと、バーダック経由のウルゴジで全然十分やし、っていう形で、殴れる範囲も広いし、殴られる範囲も広い。プラマイゼロみたいな感じではあるんやけど、やっぱり火力はこっちの方が高いよね。バーダック経由でウルゴジ使えれば。だからこういう形にはなってるという感じではあるんやけど、入れ替え候補といえば、スーパーサイヤ人でも使うんだという人は、悟空ベジータを抜いて全開覚醒のスーパーベジットを採用してガン殴り耐性っていうのも全然ありだと思います。それかこうしといて、紫の1枚をベジットにしてあげるかっていう感じかな。こっちが一番強いか。こういう形が多分一番強いね。こうしてあげるか。こうすれば、相手のパーティー見て、バーダックベジットウルゴジっていう体勢でも戦えるし、バーダックウルゴジ極ベジっていう形でも戦えるし、なんならウルゴジスーパーベジット極ベジで、青2枚出さない体勢っていうこともできるし、非常に強力なパーティーになってます。これはほんまにね、試合時間が短い。すごく短いです。受けキャラいないんですよね、このパーティーに関しては。なので、受けキャラない分、自分が攻めた時のメリットがめちゃくちゃでかくなります。だからバーダック経由してウルゴジで触ってしまえば、そのまま必殺圧込みで相手のパーティーキャラクター2体ぐらいも体力半分ぐらいになってんちゃうかっていうレベルになるし、手札破棄でリセットもできるしっていうことで、べらぼうに強いパーティーになってるんじゃないかなって思います。非常におすすめのパーティーですね。紫染め飽きてきたっていう人は青紫染め使ったらいいんじゃないかなって思います。ということで、青紫染めパーティーでした。お次ラストかな。ラストのパーティー見ていきましょう。こちら合体戦士パーティーになります。ウルトラゴジータ、スーパーウーブ、ゴジータ4、スーパーベジット、覚醒マタナ悟空、ゴーテンクス3ということで、このパーティーに関しては、先ほど紹介した紫染め、青紫染めとは違って、ものすごく安定感のある、パーティーになってると思います。なぜなら今の環境は、黄色と緑同時出しが結構環境のメタになってると。紫染めに対しても青紫染めに対しても黄色と緑を同時に出すっていうのが非常に強力なんですよね。なので緑の中でもトップクラスの性能を誇るゴジータ4を採用できるというパーティーなんで、めちゃくちゃ強いです。めっちゃ強い。すごい安定感がありますね。やっぱり射撃アーマー2枚入ってるんですよ。ウルゴジと、ゴジータ4。これによって遠距離射撃からアーマーキャンセルしてそのままコンボもらえたりとかで、コンボもらえればウルトラゴジータにチェンジしてユニークゲージを貯めて必殺技で手札破棄でリセットするっていう使い方もできるんで、今の環境合体戦士はほんまに強いです。合体戦士不遇の時代は一瞬で終わりましたね。で入れ替え候補になるんですけど、スーパーウーブのところをゴジータブルーにしてあげるとか、これぐらいかな、入れ替え候補は。それかマタナ悟空のところをそうね、青色のサイヤ人上げ全開アビリティ、ウルゴジに全開アビリティを乗っけてあげるっていう形も悪くはないのかなって思うんですけど、個人的にはこれが一番綺麗にまとまってて、しっかり役割もあって強いんじゃないかなって思います。やっぱりスーパーウーブいるだけで範囲特殊から今の環境に多い特殊カバチェン無効にできて、火力をしっかりと稼げたりとか、
そもそもこいつが踏ん張りキャラクターだということで、ライジングの受けにもなるっていう点でも強いし、個人的にはね、ゴジータブルー採用するよりスーパーウーブ採用した方が、安定感は増すんじゃないかなと思うんですけど、受けキャラなくても全然余裕だよっていう人は、ゴジータブルーの方が圧倒的に強いと思います。ただ、受けキャラいないとちょっと心配だなっていう人は、スーパーウーブが圧倒的に強いと思います。だからその辺は好みですよね。で、前回アビリティ枠にマタの悟空を採用してる理由が、先ほども言った通り、今の環境のメタって黄色と緑なんですよね。で、紫染め多いから緑無理なんじゃねって思う人いると思うんやけど、そんなことは全然なくて、やっぱり緑が結構重要になってくるんですよ。未来パーティーと当たっても、やっぱりザマス&ブラックは絶対出てくるし、合体戦士と当たっても、ゴジータ4はほぼ確実に出てくるということで、ウルトラゴジータに関してはね、全開アビリティ乗っけなくても強いんですよ。極論言っちゃえば。で、環境にメタになってる緑に全開アビリティを乗っけてあげる方がやっぱり仕事するし、攻撃受けれるし、ゴジータ4に関しては防具タイプなんでね、なので個人的には、ゴジータ4にしっかり全開アビリティを乗っけてあげる方がいいんじゃないかなって思います。なので僕の極論合体戦士パーティーはこういう形ですね。赤色は正直いらない赤色は正直いらないですね。で、今の環境、相手が赤色使ってくるっていうこともほぼないじゃないですか。なので、スーパーベジットを正直あんまり出さないんですよ。極論言っちゃえば。上3体で戦っていくっていうことが非常に多いんやけど、やっぱりね、未来パーティーとか、最近だと、ミラーマッチとかですよね。ミラーマッチとか。そういうパーティーに当たった時に、わりかしゴジータ4とかザマスブラック殴っていきたいっていう人は、スーパーベジットを出して戦っていくっていうのも全然悪くないんじゃないかなとは思います。はい。で、リーダー枠の話になるんですけど、個人的には、そうね、ウルトラゴジータでいいんじゃないかなって思うんですけど、その辺は好みかな。一応スーパーサイヤ人の必殺4ダメージアップっていうのが、全体に乗るプラス、合体戦士&サイヤ人なんで、特に、やっぱり一番使うのはウルトラゴジータなんで、力の共鳴でしっかり火力も取ってくれるしっていう感じかな。スーパーウーブの選出も結構多いんやけど、ウルトラゴジータほどではないということで、リーダー枠はウルトラゴジータが多分一番丸いと思います。はい。ということでいかがだったでしょうか。一応ね、今の環境ガチで勝てるパーティー5戦ということで、合体戦士、紫染め、青紫染め、未来パーティー、劇場版パーティーということでね、紹介したんですけど、いやいや、あのパーティーが入ってないんじゃないかみたいな、ことがあればね、コメント欄にどんどん書いていっていただければなとは思います。ただこれを超えるパーティーがあるのかどうかって聞かれると結構怪しくはあると思うんやけど、何にせよ使い手次第っていうところですよね。悪の系譜使って2桁入る人もいれば、ライバル宇宙パーティー使って2桁入る人もいるということで、プレイヤースキルに勝るものはないということなんで、一つの参考になればなと思います。何パーティー使ったらいいかわからないっていう人は、この5種類の中からどれか組んでいくという形になるかな。とにかく新キャラクターは必要やね。新キャラクター入ってないパーティーないね。ウルゴジ入ってる、極ベジ入ってる、ウルゴジ極ベジ入ってる、ホープソード入ってる、ウルゴジ極ベジ入ってるということで、新キャラはやっぱり必要かな。ということで以上になります。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。